一人の時間を大切にする。こんにちは、YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は幸せな孤独について解説していきます。あなたは今孤独であると感じていますか？友達が多くない人も多いです。でも実は孤独を恐れる必要はないです。近年幸福学の最新の研究では孤独イコール不幸と単純に決められないことが分かってきました。実際パートナーがいなかったり友人に恵まれていなくても幸せな人はいます。孤独を不幸と感じる人は目の前のことにとらわれすぎています。心が乱れてしまうときは紙と筆記用具を用意してください。今までのあなたの歩みを書き出してみてください。そうすれば今から離れて自分を客観視することができます。自分を客観視して細かく自己分析してください。またあなたらしい幸せを見つけるために今の自分を受け入れてください。幸せな孤独にぐっと近づけるはずです。この動画では孤独を幸せに変える方法を9個解説していきます。孤独を幸せに変えることができた人はぜひコメントをください。友達が少ない、今孤独に感じている人もぜひメッセージください。1個目、友達が多いのに孤独を感じる人がいるのはなぜなのか。この本の著者の前野さんが行った研究があります。それによると社会的なつながりの多様性と接触の頻度が高い人は主観的な幸福が高い傾向にあります。一方、つながりの数は多様性ほど主観的な幸福には関係しないことが判明しました。世の中には友達が多くても孤独を感じている人もいます。実は友達の多さよりも多様な友達がいることの方が幸せに影響します。わかりやすく言うと、たくさんの友達がいる人よりも多様な友達がいる人の方が幸せになれるってことです。多様な友達とは、あなたとは異なる年代、異なる職業、異なる国籍などを指します。では多様だから幸せになるのか、幸せになると多様な友達ができるのか、どちらが原因でどちらが結果なのかははっきりとわからないです。しかし多様な方がいろんな場面で助けになります。ぜひ多様な友達を作ってください。すごく年下、すごく年上、全然違った職業の人と仲良くなってください。2個目、寂しさは自分の脳が感じる錯覚。同じ状況でも寂しいと感じる人もいれば楽しいと感じる人もいます。恋人がいなくて寂しいって思う人もいれば、何もいない方が楽しいって人がいます。人間にはそういった感情を増幅させる愚かな特性があります。それを言い当てたのがプリンストン大学名誉教授のダニエル・カーネマンです。ダニエル・カーネマンはフォーカシング・イリュージョンを提唱しました。フォーカシング・イリュージョンとは間違ったところに焦点を当ててしまうことです。例えばあの企業で働けば幸せになれる、友達が多いと幸せになれる、お金持ちになったら幸せになれる、そういった考え方です。世の中には〇〇したら幸せになれるという価値観のようなものがあります。もちろんそうすることで幸せになれる人も確かにいます。しかし全ての人に当てはまるわけではないです。結婚したら幸せになれると思っても結婚して不幸な人もたくさんいます。そうしなくても幸せになれる方法はいくらでもあります。それを達成できないことに寂しさを感じる必要はないです。最近は SNS の発達で孤独の可視化が表面化しています。いいねの数の多さに一喜一憂する人は多いです。いわゆるリア充の方が優れているといった価値観に支配されている人です。まさにフォーカシングイリュージョンの代表例です。あなたの寂しい、悲しいなどの感情は他人と比べることで生まれている可能性があります。あなたの脳が作り出した錯覚のようなもので悪い心の癖に過ぎないです。あなたの心の持ち方次第で孤独感は今すぐになくせます。他人と比較しないようにしてください。もっと自分と向き合ってください。3個目、孤独は人間関係の苦しみから逃れる手段。孤独であることは決して幸せを遠ざけるものではないです。ドイツの哲学者ショーペンハウアーはこんな言葉を
を残しています。人間は孤独でいる限り自分自身であり得るのだ。だから孤独を愛さない人間は自分を愛さない人間に他ならぬ。孤独でいる時の君は自由なのだから。つまり孤独であることは自分に全ての選択権があるってことです。また自由を得るために孤独になる選択肢もあります。孤独っていうのは対人関係における苦しみの一つです。常識に縛られて周りと自分を比較して意味もなく無力感に陥る悪い心の癖にとらわれているだけです。本来人間にとって孤独っていうのは当たり前のことです。一人ぼっちの人も仲間がたくさんいる人も一人で生まれてきて一人で死んでいきます。家族やパートナーと暮らしていても大勢の人と仕事をしていても一人です。そう考えると孤独をわざわざネガティブに捉える必要はないです。幸せな孤独を手に入れた方が楽しい人生になります。人生の苦しみの大半を占める煩わしい人間関係に縛られず自分らしい生き方を追求してください。そういう方向を目指す社会になると孤独に悩んでいる人はいなくなります。孤独というとマイナスのイメージを抱きがちです。でも孤独であることは自分の意思で幸せをつかむための最大のチャンスです。このチャンスを最大限活かしてください。4個目、なぜ日本人は現状に不満を感じる人が多いのか。毎年国連が発表する世界幸福度調査があります。日本のランキングは2020年は62位、2021年は56位でわずかながら上昇しています。しかしその実感がある人はあまりいないはずです。なぜ日本人の多くが現状に不満を感じているのか。要因として考えられるのは明るい未来を見通せないからです。新型コロナをはじめとした感染症の拡大や僕たちを取り巻く環境は将来が非常に予測しづらい状況になっています。先行き不透明だと言われるのは心配性の日本人としてはきつい話です。さらに目の前は経済成長の低下という現実もあります。非正規社員が増え続けて正社員には常にリストラの恐怖があります。将来的には年金も危ういです。考え始めるとキリがないほど不安が襲ってきます。本当に日本はこの先真っ暗なのか。それは現実をどう受け止めるか次第です。例えば少子高齢化があります。マイナス面だけに目を向ければ労働者がどんどん減少しています。また高齢者が街に溢れ活気のない国になってしまいそうです。しかしプラス面に目を向けると高齢者が増えるとともに平均寿命が長くなっていきます。多くの人と共に長生きできることは幸せなことだと思いませんか。世界に先駆けて超高齢社会を経験する日本だからこそ新たな製品やサービスを生み出すチャンスがあると考えることもできます。少ない生産年齢人口でたくさんの高齢者を養うことは若者に負担をかけることになります。しかし人口が減った違った日本の姿を見ることができます。希望に満ち溢れる未来が待っていると思ってください。5個目、空気を読む文化が孤独を作る。日本人が孤独を感じやすい理由は日本独特の文化にあります。それは空気を読む文化です。世の中には言葉が上手で若者を引きつけたり士気を高めたりするカリスマ的なリーダーがいます。ソフトバンクの孫正義さんや楽天グループの三木谷さんなどが人々を引きつけるリーダーと言えます。しかし多くの企業のトップは海外と比較してコミュニケーション能力を重視していないと言われています。日本人にコミュニケーション能力を重視しない傾向があるのは言わなくても伝わるという文化が根強く残っているからです。日本人にはそれを良しとする言葉がたくさんあります。例えば以心伝心、不言実行という言葉がそれに該当します。言わなくても伝わるのは深く分かり合っている時に限ります。普通は話さないと伝わらないです。もう少し相手とコミュニケーションをとってください。あなたは話す量が足りないです。もっと話さないと人とうまくやっていくことはできないです。6個目、男性と女性のどちらが孤独感に負けやすいのか。男性の方が孤独に弱いと言われています。では女性はどうなのか。実は日本に限らず世界的に見ても女性の方がコミュニケーション能力に長けています。理由としては女性の方が共感力が高いからです。コミュニケーションには相手の感情を読み取りながら感情を訴えていく共感能力が求められます。そのためには言葉だけでなく表情や仕草などから感情を読み取る力が必要です。その力っていうのは女性の方が強いです。多くの男性はあまり感情を出すことがないです。男性はちょっとのことで感情的になってはい
はいけないという意識が強いからです。男性は一般的に共感が苦手で、目的のない会話に苦痛を覚えるなど、会話をする上でハンデを抱えています。それを乗り越えることができない男性は結果的に孤独に陥りやすくなります。男性の方は今すぐに共感力を高めることをお勧めします。7個目、他人と関わる時間が世界一少ない日本。数字で見ると日本人が孤独に陥りやすい状況がよくわかります。60歳以上を対象にした内閣府の高齢者の生活と意識に関する国際比較調査があります。2014年の結果によると、他人と関わる日本の高齢者が浮かび上がってきます。例えば同居の家族以外に頼れる人という質問で、友人、近所の人と答えた割合はアメリカに比べると大きく下回ります。一方で2010年度の同じ調査によると、心の支えになっている人は配偶者あるいはパートナーと答えた男性の割合はアメリカを大きく上回ります。これらの結果から日本の高齢者は他人とのつながりよりも家族との関係性を重視する傾向が強いです。家族以外のコミュニティにおける人々の結びつきの重要性を示すソーシャルキャピタルからも、日本人が他人とつながりに距離を置いていることがわかります。ソーシャルキャピタルには社会の結束力や人間関係の豊かさを示す3つの指標があります。1つは近所、親戚、職場などのコミュニティに参加する付き合いや交流です。次にそこで出会う人たちに対する期待や信頼です。最後に地域活動、ボランティア、NPO などの活動に参加することです。日本はいずれも低い水準にとどまっています。そのため世界繁栄指数2020年ランキングはアジアではシンガポール、香港に次ぐ3位、世界全体で19位にもかかわらず、ソーシャルキャピタルだけが167カ国中140位です。このソーシャルキャピタルと健康の間に相関関係があることは数多くの研究で明らかになっています。孤独に悩んでいるのはあなただけではないです。もしかすると隣にいる人も毎日顔を合わせる人も孤独に悩んでいます。孤独っていうのは自分だけの悩みであると考え込まないでください。8個目、幸せになる方法4つ。幸せを感じる要因は実は4つあります。ここでは4つの因子を伝えます。1つ目、やってみよう因子。あなたの得意なことを見つけて伸ばすことは幸せにつながります。何かやりたいことがあったらとりあえずチャレンジしてみてください。2つ目はありがとう因子。人とのつながりに感謝をしてください。そうすることによって幸せにつながります。3つ目、なんとかなる因子。何かに失敗したり辛いことがあったとしてもなんとかなると考えてください。物事を楽観的に捉えられると幸せにつながります。4つ目、ありのままに因子。人の目が気にならなくなると幸せにつながります。これは日本人が苦手な因子です。アメリカ人は人の目を気にしない傾向が強いです。一方日本人は人の目を気にする傾向が強いです。人の目を気にせずにマイペースで生きる人の方が幸せな傾向があります。この4つの因子を少しずつ伸ばしていくのがあなたが幸せになる秘訣です。たった4つです。自分に何が足りないのかなんとなく気づいているはずです。どこから始めてもいいです。少しずつ伸ばしていくことによって幸せが待っています。9個目、未来年表でワクワクする。未来年表とは未来の人生設計書のことです。転職、マイホーム、結婚など将来の夢や目標を記入してライフプランを立ててください。未来年表を作るメリットは頭の中にある将来の夢を書き出すことで自分のやりたいことが整理できます。何年後にどんな目標を設定しているのかが分かれば行動計画を立てやすくなります。年表を見ながら未来のことを想像するだけでもワクワクして楽しい気持ちになります。僕の今年の目標は YouTube 図書館の登録者を30万人にすることです。何度も言っています。ここまで聞いてくれた人でチャンネル登録していない方はぜひ登録していただけると嬉しいです。どんどんいい動画を作って一緒に人生を変えていきましょう。それではまとめいきます。1個目、友達が多いのに孤独を感じる人がいるのはなぜなのか。研究によると社会的なつながりの多様性と接触の頻度が高い人は幸福度が高い傾向にあります。一方、つながりの数は多様性ほど幸せには関係しないです。実は友達の多さよりも多様な友達がいる方が幸せに影響します。多様な友達とは自分とは異なる年代、異なる職業、異なる国籍の人です。ぜひ多様な友達を作ってください。
さい。2個目、寂しさは自分の脳が感じる錯覚。あなたの寂しいとか悲しいなどの感情は他人と比べることで生まれている可能性があります。人と比較しないでください。人と比較してもあなたは一生負けます。心の持ち方次第で孤独感はなくせます。他人ではなくて昨日の自分と比較するようにしてください。3個目、孤独は人間関係の苦しみから逃れる手段。孤独であることは決して幸せを遠ざけるものではないです。ドイツの哲学者ショーペンハウアーはこんな言葉を残しています。人間は孤独でいる限り自分自身であり得るのだ。だから孤独を愛さない人間は自分を愛さない人間に他ならぬ。孤独でいる時の君は自由なのだから孤独を愛してください。一人の時間を大切にしてください。4個目、なぜ日本人は現状に不満を感じている人が多いのか。毎年国連が発表する世界幸福度調査があります。日本のランキングは2020年は62位、2021年は56位、わずかながら上昇しています。しかしその実感がある人はあまりいないはずです。要因は明るい未来を見通せないからです。例えば少子高齢化があります。マイナス面だけに目を向ければ労働者がどんどん減少しています。しかしプラス面に目を向けると高齢者が増えるとともに平均寿命が長くなっています。日本っていうのは希望に満ち溢れています。もっと明るい部分を見るようにしてください。5個目、空気を読む文化が孤独を作る。日本人が孤独を感じやすい理由は日本独特の文化にあります。それは空気を読む文化です。日本には言わなくても伝わるという文化が根強く残っています。それを良しとする言葉もたくさんあります。以心伝心、不言実行という言葉です。言わなくても伝わることなんかほとんどないです。もっとあなたは積極的にコミュニケーションを取る必要があります。6個目、男性と女性のどちらが孤独感に負けやすいのか。男性の方が孤独に弱いと言われています。世界的に見ても女性の方がコミュニケーション能力に長けています。理由としては女性の方が共感力が高いからです。言葉だけでなく表情や仕草などから感情を読み取る力が必要です。その力は女性の方が強いです。男性は一般的に共感が苦手で目的のない会話に苦痛を覚えるなど会話をする上でハンデを抱えています。それを乗り越えることができない男性は結果的に孤独になっていきます。男性の方は人に共感する共感力を高めることをお勧めします。7個目、他人と関わる時間が世界一少ない日本。数字で見ると日本人が孤独に陥りやすい状況がよくわかります。世界繁栄指数2020年ランキングはアジアではシンガポール、香港に次ぐ3位。世界全体で19位にもかかわらず、ソーシャルキャピタルだけが167カ国中140位です。このソーシャルキャピタルと健康の間に相関関係があることは数多くの研究で明らかになっています。孤独に悩んでいるのはあなただけではないです。もしかすると隣にいる人も毎日顔を合わせる人も孤独に悩んでいます。孤独っていうのは自分だけの悩みであると考えないでください。8個目、幸せになる方法4つ。やってみよう因子、ありがとう因子、なんとかなる因子、ありのままに因子。この4つの因子を少しずつ伸ばしてください。それが幸せになる秘訣です。何かやりたいことがあったらやってみてください。そして周りの人に感謝をしてください。なんとかなると思ってください。ありのままに生きてください。9個目、未来年表でワクワクする。未来年表とは未来の人生設計書のことです。未来年表を作るメリットは、あなたの頭の中にある将来の夢を書き出すことで自分のやりたいことが整理できるからです。年表を見ながら未来のことを想像するだけでもワクワクして楽しい気持ちになることができます。ぜひあなたの未来年表を作成してください。解説は以上です。孤独っていうのは不幸なことではないです。もっと一人の時間を大切にしてください。友達がいないからって幸せになれないわけではないです。孤独っていうのを愛せるようになってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。